こんにちは、キヨです。今回は前回紹介した TTC450 のモーターを 500W に換装したので YouTube の木の盾を作ってみました。おまけで 500W モーターを使う上で必ずやるべきことも紹介しています。前半は盾作り、後半はモーターと注意点についてです。前回の TTC450 の動画を多くの人に見てもらえたため登録者が400人ぐらいになりました。ありがとうございます。本当は500人になったら盾を作りたかったんですけど、モーターの性能を試したかったことと最近好きな配信者が登録者が500人になって記念として盾を作ってあげたくて予定を前倒しして作ることにしました。木材は高級木材のチェリーを使います。まずはCADで図面を起こします。どうせ失敗すると思うんで、まずは自分用の盾から作ります。YouTube のロゴですが、単純な形状に見えて意外と作りづらいんですよね。では早速問題発生ですね。相変わらず Z プロープがバグってるんで Z の位置がずれてるせいで深く刺されすぎてしまったみたいです。送り速度に切先が追いついておらず刃物が抜けました。最大深さ 1.5mm で設定しているのに 12mm も刺さっています。焦げついちゃってますね。気を取り直して削っていきます。ワークの厚みが 22mm あるんで 17mm になるまで削っていきます。その後ロゴと文字を彫っていきます。削り終えました。若干本体が傾いているんかワークの厚みが違ったのか手前側が少し削りきれてないですね。そしてエンクロじゃないと湿度が急激に下がりすぎたせいか材料にひびが入っちゃいました。おそらく新しく追加した透明な発熱と高速回転しているモーターの熱のせいやと思います。対策として少量の水をエンクロージャー内部に設置しました。これで湿度の急激な低下を防いでくれるはずです。そして文字の深さを 1mm にしてしまったため細かな部分が潰れてしまいました。深さを 0.5mm に変更して本番です。自分の盾でテストしといてよかったですね。蜜蝋を飲み込むシーンが消えていたんで塗り終えた後に飛んでいます。蜜蝋を塗る前と後でだいぶ色が違いますね。裏面は粘着が輪が剥がせなくてベタつきが残ってしまって残念ですね。文字が細かすぎて溝に詰まった蜜蝋が取れないんでエアで吹き飛ばしていきます。それでは本番ですね。1、2時間加工していると機械が停止するようになりました。主軸は回転し続けているんですが PC との接続が切れたり接続が進まない状態です。はい、やらかしですね。XY の原点復帰がうまくいってなかったのかロゴの位置がずれてます。1mm 余分に深く削ってなかったことにします。言わなきゃバレないですね。先ほどの続きですが止まった原因はLAN ケーブルの接続不良かと思ったんですけどもおそらくモーターの熱が原因だと思います。回転数がマックスの12000回転で回してしまうと結構負荷がかかっているのかもしれないんで1万回転ぐらいに下げます。あとはエンクロージャー内部に氷水と保冷剤を用意して温度の急激な上昇を防いでいます。キリコを飛ばすための扇風機で攪拌してあげるとちょっとマシになったと思います。切削終了ですね。今回はひび割れずに済みました。まずは 500W のモーターに変えて感じたことは加工時間の短縮ですね。以前のものだと木材の硬度にもよるんですけど木材でマックスの送り速度が120ぐらいでした。材によってはビビりが大きくなるのでだいたい100ぐらいで加工していたんですけど 500W にすると150ぐらいでも加工できそうです。もう少し速度を上げられるかもしれないんですけど角の部分でガクッと変な動きをするんで速度を上げすぎるとちょっと危険な気がします。極端な話、加工時間が 1.5 倍くらい上がったんで効率がすごい良くなりました。気をつけることは回転数が上がるっていうことはそれだけ熱を出すんでインクロージャー内部が結構熱くなります。木材が割れる可能性もあるんで湿度を上げてあげるっていう対策は必要ですね。万が一送りが停止してしまってその場で回転し続けた場合恐ろしいことになるかもしれないんで目は離さないように気をつけてください。12000回転で回し続けた場合よく主軸が停止していました。これもエンクロージャー内に熱がこもっているせいかわかんないんですけど常に最高回転数で動かせるわけではないかもしれないですね。高速回転させているんで騒音も大きくなってます。回転速度は手持ちの装置でしか制御できなくなります。パソコン上で速度の制御ができなくなるんで気をつけてください。モーターの回転音を記録しておいた方がいいですね。ぶつけると回転音が変わってうるさくなるんでこれが正常なのかどうかが判断できなくなります。修理や交換を依頼する際に判断材料になるんで個人で記録しておくようにしましょう。最後に 500W のモーターに付け替えると主軸が手前側に来ます。原点の位置がずれるんで捨て板やジグを用意していた場合若干位置がずれてくるんで気をつけてくださいね。あと私の答えだけかもしれないんですけどスロープの挙動が安定してないです。
そこが結構注意点ですね。今はメーカーとダイレクトにやり取りしていて、ファームウェアの更新をかけたんですけど、今度はいきなりハードリミットになるっていう問題が出てきました。全く使えない状態なんですけど、メーカーの対応待ちですね。一応返事が返ってきて、限定復帰せずに手動で合わせてくれっていう風な話だったんで、結構今困ってます。いかがだったでしょうか。加工速度の遅さに悩んでいる人は導入してみてもいいかもしれないですね。不具合があれば、すぐにメーカーに連絡してください。それでは次の動画でお会いしましょう。